いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。少し時間が経ってしまったんですが、新年明けましておめでとうございます。こういう形でデニムを紹介させていただいて、半年が過ぎておかげさまで、1万人突破してからまた日々、登録者数が増えていっているのが嬉しい限りです。本当にいつもありがとうございます。今日はですね、なかなか、またスペシャルな品になってしまうんですが、これはもうここできちんと YouTube で、紹介しておかないとと思いまして、501WX の1922年モデルですね。22年から次の37年モデルっていうのがありますので、その1個手前36年頃まで、通称1922年モデル、こちらざっと紹介させていただきます。前がボタンフライですね。レザーパッチあります。以前にも紹介はさせてもらったバックルバックっていう言い方します。この通称バックルバック、この後ろのバックルですね。でこの年代にはサスペンダーボタンですね。後ろは2つ、前に2つですね。合計6個、こう肩からこうサスペンダーをつって、ここは今よく見かけるサスペンダーでパチンっていう止めるやつですが、当時はこういうボタンでも引っ掛けて、吊るす。このサスペンダーボタンというのは本当に一番最初にデニムが作られた頃からずっとこう付けられております。この次のモデル、先ほど言った37年モデルからこのサスペンダーボタンがなくなります。この前のモデルが一つもちろんあるんですけど、この22年モデルと言われるモデルからこのベルトループがつきました。通称1922から初めてこのベルトループ。ただベルトループがついたんですが、まだサスペンダーボタンがついているという。サスペンダーで釣ることもできるし、ベルト通すこともできますよっていう意味で、この22年モデルからこのベルトループがつきました。お尻のもうポケットなんかはもう当然特徴的な、アーキュエイトですね。このアーキュエイトがもう深いアーキュエイトと、まだこうひし形なんかもついてない。ちょっとこのいびつな形ですね。これはちょっと独特で、僕なんかすごいこのアーケード大好きなんですけれども、以前からずっと WX 紹介させてもらってる中では、ここに赤タブがついてるっていうのが特徴。でもあれは37年に特許が取れましたということなので、この22年モデルには赤タブはまだついておりません。そしてこのバックポケット見ていただくと、ポケットの上に外にこうむき出しのリベットがついてます。むき出しリベットという言い方もするんですが、アウトリベット。37年からいわゆるコンシールドリベットっていう言い方で隠しリベットです。中に入ります。それまではこの外にもう思いっきりボンと打っております。なので、外のむき出しリベットがついてるポケット。赤タブはまだついてません。あとこの耳の部分。一応赤耳って皆さん通称言うと思うんですが、この頃はですね、赤のこの糸が中のネイビーの色にすごい寄ってます。これも一つ特徴です。そしてベルトループがついたという22年からなんですけど、通称のこのデニムの音数よりここのベルトループの生地が薄い生地を使ってます。これは特徴です、この年代の。あとバックルバックですね。シンチバックも、すごいシンプルな形ですね。こちらから通すんですが、反対側に入りません。これがまたこう20年代ならではのバックルだったり、こういった一つ特徴があり、この22年モデルで、レザーパッチが残ってる状態っていうのはまずなかなか見かけません。色落ちもうものすごいですね。この前後ろ、ヒゲ、蜂の巣含めて結構激しく履いてるのかなと思いきや、一切股のダメージとか特に大きいダメージは一切ありません。ちなみに、これの実寸サイズがですね34の32と、これ実は僕のマイサイズなんですね。素晴らしいジーンズだと思います。これは、22年から、いわゆる30年代36年までの間の中でも、このジーンズに関しては20年代っていうのが分かります。その特徴としまして、このトップボタンリーバイスって書いてあるこのボタンから下のこのボタンですね。この下のボタンが無刻印、リーバイスという文字が入っていません。これより以前のモデルからずっとここの下には
入ってないということですね。あとこの先ほどトップボタンって言ったんですけど、このトップボタンからサスペンダーボタン、この真ん中のボタンの真ん中がですね、ちょっとこう凹凸にへこんでます。ここが22の中でも20年代に使われていたボタンっていうのが30年代入ると本当にフラットになります。あとですね、この裾部分なんですが、この頃は、20年代、今22年モデル、裾はまだちなみにシングルステッチです。この当時27年頃まではシングルを使ってます。なのでこれがシングルステッチということは22年から27年頃までの、WX っていうのが分かります。これが一つこの、22モデルの中でも20年代の、501WX です。ちなみにこの状態と、実寸の34、32この、サイズ、色落ち、程度を含めてお値段が、250万に消費税です。もちろん高額です。ただ本当にこの年代がですね、最近本当見なくなってきたので、あとこのコンディションで出てくることっていうのは本当なかなかなくなってきました。どういった方のね手に渡るのかなとも思いますし、素晴らしいデニムです。また同じ1922年モデル、22年から36年までのモデルですが、こちら30年代です。ベルトループがついてます。ベルトループが大須が薄いのを使いますと、僕先ほど言ったんですが、面白いのはフロント2つとサイドは薄い大須を使ってます。ただこの後ろのバックルの部分だけはこの厚い生地を使ってます。これがだいたい30年代、入って、後の方だけは真ん中のこの部分だけ少し厚い大須を使うというのが一つ特徴になってきます。当然バックルバック、サスペンダーボタン、これはついております。そして、アウトリベット、アーケードもこれもまた深い感じといいますか。そしてこちら、先ほどは上がリーバイスボタン、下には無刻印と言ったんですが、この年代からはもう下にリーバイストラス&コート、この文字がもう入ります。これはもうサスペンダーボタン22年モデルだなと思っても、ここがリーバイスボタンになっていれば、これはもうおそらく30年代入ってるなというのが分かります。あとこれなんかちょっと面白いのが当時の方の名前だと思いますね。こういった名前も当時の人が自分のジーンズだと分かるようにネーミング入れて、そういうのはこういった残った状態っていうのも面白い箇所かなと思います。先ほどやつはシングルステッチでしたが、こちらはもうチェーンステッチを使ってます。27年以降っていうのがもう一つこういうチェーンステッチを使い始めます。でこちらも赤耳が中に寄ってます。この白い部分とインディゴの部分の本当この境目といいますか、より近いところに赤い線が入ると、こういった特徴ある耳も使ってます。そしてこのデニムがまた自分のこの501の本シャープ7番、いわゆるこの1922年モデルのデッドストックが載っております。このデニムも本当に奇跡的な、デニムだなと、現物を手に取って素晴らしいデニムだったんですが、ここの後ろのバックル部分の上のサスペンダーボタンですね、ここに紙がついております。これがですね1933年から35年までサンフランシスコで開催されたパナマ太平洋国際博覧会、そこで、最高賞を受賞したというフラッシャー紙ですね。この紙が付けられて、その上にサスペンダーボタンをボンと打ってるので、この紙はもうサスペンダーボタンと一緒にこう挟まってます。この年代のジーンズが入ってくると一応一つチェックする部分が先ほどのここの部分です。ここのボタンをちょっとめくると少し紙が残ってます。これもかなり洗いは入ってるんですけれども、デッドストックの状態の時にはここに先ほどの、紙が太くでついてます。そしてこのサスペンダーボタンと一緒にダンと打たれてますので、ここの中をちらっと見た時にここに紙が残ってたら、このジーンズはここにフラッシャーがついてたイコール33、30、35年のこの3年間、30年代の前半ですね
に作られた、22年モデルということになります。こちらも、正直色落ち含めてこの程度もかなりいいです。レザーパッチは少しくしゃっとなってしまってますが、36実寸がでレングスが32というサイズです。こちらで、この状態含めて200万に消費税。やっぱり22年モデル、サスペンダーボタンもしっかりね残ってますし、ここだけ一つちょっと取れたりはしてますけれども、全体的に大きなダメージも全然ありませんし、まだまだ履ける状態かなと。やっぱり歴史を感じますし、またこのデニムの生地感だったりとか、こういったディティールっていうのも素晴らしいなと思います。でもう一つなんですけれども、今日は友人の、女性から借りてきたんですけれども、うちのお店でだいたい15年ぐらい前ですかね、サンフランシスコの農家から、ジーンズが50本ほど出てきたっていう、中にあったジーンズなんですが、これはボーイズです。先ほどのは 501WX なんですが、こちらは 503WX。22年モデルから次37年モデルに移る時にも 503BWX ではなくて 503WXB って言って B が後に来ます。それちょっと面白いんですが、トップボタン外してこちらやっぱり2個なので、これはもう 503B と。多分当時の方が邪魔だったのかなってことでバックルがもう外されちゃってます。切ったりはあるんですけど、これはもう外されてます。ただ、状態と、多少リペアは入ってますけど、色落ち素晴らしいです。前のこのヒゲといい、これ僕の友人の女性が履いてますが、これもですねやはり同じチェックをしたんです。さっきのとここの後ろのポケットの上のここのボタンですね。このボタンをちょっとめくるとやはり紙が残ってました。なのでこちらも 503WXB ですけれども、先ほどの同じ紙がついてたんだなっていうのが分かります。なのでこちらも33年から35年あたりに製造されたものだなと。この年代の、ジーンズ自体が、こういう状態で出てこなくなってきてしまったので、これよりもっと古い年代のものっていうのがもう1901年モデルっていうのがあるんですけど、もう僕もここ 3,4 年全く見てないので、またそういったものがね入ってきたら、紹介させてもらいたいんですが、今日は22年モデル、もう本当に希少なモデルであり、こういった状態で出てくることがなかなかないので、もしご興味がある方は本当におすすめです。ちょっと今日はこの古いモデルを紹介させていただきました。ありがとうございます。